それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお仕事リーディングです。今後の展開と周りからの評価について見ていきます。よろしくお願いします。では今回もオラクルカードから先に出していきます。はい、ではトランスペアレント、こちらのオラクルカード、こちらをシャッフルしていきます。今回は職場でのあなたの評価、どのように見られているのか、はい、そしてあと今後の展開ですね。直近3ヶ月の運勢で見ていきます。どうなっていくのか、そして、よりお仕事しやすくしていくためにということでカードからのメッセージもらっていきましょう。今回もこちらのオラクルカード3枚出していきます。これから3つにカットしてまとめた後に上から7枚目ずつを取って3枚もらっていきます。はい、こちらですね。では見ていきます。はい、まずこちらが周りからの評価です。はい、そして今後のお仕事の流れとして1枚出します。はい、よりお仕事を豊かなものにしていくためにということでアドバイスカード1枚もらいます。はい、ではこちらのオラクルカードは以上です。はい、まずねオラクルを見ていくのと、あとはこちらの星と惑星、こちらのオラクルカードも合わせて出していきましょう。こちらも3枚出してしまいます。まずはお仕事の周りからの評価、あなたはどんな風に見られているのか、そしてその後は今後の展開について1枚出していきましょう。そしてあとは好転アドバイスで1枚もらっていきます。はい、1枚ですね。プラスこちら大アルカナのみなんですが、こちらのタロットカードからあなたの現在の評価っていうところでカードをもらっていきます。どのように見られているのか1枚もらいましょう。はい、1枚もらいます。ではまずはここで見ていきましょう。まず現在の評価っていうところですね。はい、水星のカードです。フットワークが軽いっていう印象がまず入ってきていますね。コミュニケーション上手です。水星のカードっていうのはコミュニケーションを表しているので、情報通とか、はい、動きが早い、テキパキとお仕事しているなとか、あとは賢いっていうのも入ってきますね。頭を使ったお仕事、頭の回転が早いなど、そのような評価ももらっていると思いますし、周りとうまく溶け込んでいるなっていう、そういうイメージも印象もね入ってくると思うんですね。つながりを大切にしてるんじゃないかなって思っています。中にはあなたが中心になって動いている、物事を動かしているっていう、そんなお仕事の雰囲気作りだったりとか、あとプロジェクトの運行だったりとか、あなたに任されていることっていうのがあるんじゃないかなとも出てきていますね。なんかこう生み出す力を持っている人っていう印象が入ってきます。特にあなたの手から手に職を持ってらっしゃる方、またはコミュニケーションなので、接客業でトーク上手っていうことです。おしゃべり、トークを使いながら営業しているとか、そのような方が多いのかなとも思います。また事務職だったとしてもデスクワーク、パソコン作業をしながらトークもできるとか、オンライン会議とかですね、参加してらっしゃるっていうのも入ってきます。水のように軽やかな人、流れに乗るのがうまい、そしてやっぱり豊かさ、育む力があるっていうことなので、土台がしっかりしているし、周りの空気を読むのも上手、溶け込むのもうまい、コミュニケーションも上手、周りとつ
つなげ役というかね、潤滑油的な役目をあなたが持っているのかもしれません。あと一緒にいて快適な空気っていうのも感じられるので、空気を読むのがうまいとかね、みんながより良い環境で働けるようにっていうことで、あなたのそのエネルギーが発揮されてるのかもしれない。自分で意識していなくても、あなたがいると雰囲気いいよねっていう風なね、そんな印象を抱かれていると思います。あなたがね、基盤となっているような気がしますね。そしてムーンのカードも入っています。はい。お仕事、今少しお辛いですか？今大変だなとか、仕事量が多いのか、自分自身で今悩みの最中にいるのかもしれないし、ただあなたがその感じていることとか、こういうふうにやっていこう、進めていこうっていうふうに押し出していってることっていうのはとても素晴らしいエネルギーなので、あとは近くにパートナーがいらっしゃる気がします。パートナーというのはビジネスパートナーです。お仕事上で頼りになる先輩だったり同僚だったり、この人を頼りに、またはタッグを組んで2人でやっていこうとかね、そんな心のね、気の置けるような相手がいるような気がします。あなたを支えてくれる人がたくさんいるんだけれども、その中でも特に仲良しの方、この人がいるから頑張れるとか、気持ちを共有し合っている方がいらっしゃる気がします。常にあなたにお仕事上で支えになってくれていたり、寄り添ってくれている方がいると思いますね。行動パターンも似ています、2人。っていうところが入ってくるかな。すごく信頼を置いているよっていう方がいることと、周りに人が集まってくること、そして今ちょっとお仕事辛いかも、大変かもしれないんだけど、それはでも周りの雰囲気がいいので、職場の雰囲気、それをよくしてるのはあなただし、そうなのでちょっと大変かもしれないけど、あともう一踏ん張りだよねっていうところかもしれませんね。ここは持ち前のあなたの軽やかさで駆け抜けていくような、3ヶ月の運勢なので、年末までそのように流れていくのではないかなと見ています。はい。で、少し気になるのが、やっぱり水星っていうと動きが速くて、でその地球から見ると逆行するタイミングっていうのが他の惑星に比べて回数が多いんですよね。で、逆行していくとどういうことが起きるかって言ったら、通信機器のトラブルだったりとか、情報においてのその誤操作だったり遅延っていうのが起きやすくなります。または交通機関に関することでちょっと不便だなって思うようなことが生じやすくなってくる。そういう電波障害とか、そういうことが起きやすくなってくるので、お仕事でパソコン使っていますとか、情報管理していますとか、コミュニケーションなので人との会話もそうなんですが、そこでの行き違いっていうのが起こりやすいような環境にいるのかもしれない、っていうのはあります。そしてあとこの直近3ヶ月の間、その情報のやり取りっていうところで、思わぬところからハプニング的な、例えばパソコンが壊れちゃいましたとか、会社でもらっている支給されているスマホがストップしちゃいましたとか、思わぬトラブルとかがありそうだけど、それはとても大きなことではなくて、その時だけっていう感じで、あとは乗り越えていけるぐらいの大きさなので、なんかすっごいひどいことあるのかなとかって言ったらそうではないので、ほんのわずかな出来事だと思います。通り過ぎていくのも早いので、なんかトラブっちゃったなとか、バスに遅れちゃったとか、電車が遅延しているとか、そういうことだと思います。メール送ったつもりだったんだけど届いていないとか、そういうことがありそうなので、そうですね、交通機関に関しては気をつけるも何もできないので、メールの誤送信とかはないように丁寧に確認していくことっていうのが今、油断しないでねっていうアドバイスかもしれない。ただあなたがいるおかげで支えになってるよって、救われてるよっていう方がいるから、そこをぜひ自信持ってこれから取り組んでいただけたらなと思っています。はい、こちらが周りからの評価っていうところです。そしてあなたがもし手に職を持っているとか資格を持っていて、それを思う存分発揮できるような環境にいる、特技や資格を生かしている仕事をされている方っていうのは、すごく
運気がいいと思います。今ノリに乗っている。自分のところにインスピレーションが湧いてきて、新しいアイディアが生まれたり、企画書が通ったりとか、自分が発していくことっていうのが採用されやすい時です。はい、なのでこの周りの人からの評価もいいし、運気自体もいいんじゃないかなと思いますね。では今後の展開についてのこちらオラクルカードもらっていきます。これはロンギヌスの槍ですね。秘宝の四大秘宝の一つ、ロンギヌスの槍で、そうですね。でもう一枚が射手座、信じる者にはまっすぐとっていう風に書かれていますね。射手座、とてもすごくどちらもね、火のエネルギーを持っているんです。なので今この動画を見てから3ヶ月の間っていうのは、あなたがもともと持っていなかったものを、エネルギーを取り込んでいくとか、流れがまずもともとあなたは早い、頭の回転が早い方なんですが、ここに情熱とか火のエネルギーが加わっていくような流れになっていきます。新しいプロジェクトを開拓していったり始めたり、エネルギー、爆発的なエネルギーっていうのを感じるので、今までダメだったよねってなっていた会社のルールとか自分のやり方っていうのを一旦見直して切り離す作業がここで行われてくるかもしれないですね。切り離して、そこでより良いものに作り上げていくとか、また新しい方向でやっていきましょうとか、今までのやり方じゃなくて違うやり方で勢いよく進めていきましょう、駆け抜けていきましょう、そのようなスピード感のある、そして勢いのある流れになっていくと思います。常に大事なことは、自分の心に芯をしっかり持つこと、何を大事にしようかっていうことを常にここは思い描いておきましょう。あとはそうですね、このカードが伝えてきてくれてることっていうのが、集中しましょうっていうことなんですね。集中力を高めましょう。そして周りからの評価のカードとか組み合わせてみると、先ほども出ていた情報の、メールの誤送信だったりとか、受けた受けてないとか受け取ってないとか、そのようなやり取りっていうところに関しても抜け目がないように油断せずに集中して取り組んでいきましょう。そうすれば自分の目標、今立てている目標をクリアすることができます。そしてクリアするためにいらないものをここで切り離していく作業が生まれてくると思うし、それをすんなりとやることができる、迷うことがないっていうのが出てきています。一歩道を定めたら突き進んでいくような流れですね。はい、火のエネルギーが強いなと思いました。あとはですね、こちらアドバイスカードっていうのはまた最後にもらっていきましょう。まずはこの3ヶ月仕事の流れっていうところをタロットカードを使って見ていこうと思います。はい、では見ていきましょう。まっすぐ突き進んでいくと、ゴールだったり達成っていうのが期待できそうな運気です。ではタロットカードを切って展開していきます。見た時がタイミングです。見た時から3ヶ月として捉えてください。1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目、どんな流れになっていくのか。今このリアタイでご覧になっている方は10月、11月、12月と年末にかけてということでお話を進めさせていただきます。でこの動画を見た時が11月とか12月っていう方はもうその時点から数えて1ヶ月目、2ヶ月目というふうに見てください。では見ていきましょう。まず1ヶ月目です。はい、2ヶ月目です。3ヶ月目。やっぱりワンドって言ってね、火のエネルギーが強いなっていうのが入ってきます。はい、運命の輪ですね。エンペラーのカード、そしてムーンのカードですね。ここもワンドの3番ですね。
火のエネルギーが全体的に強いなと思いました。火のエネルギーをうまく利用して活用していけば、勢いに乗って物事を達成できるとか、その情熱の通りに燃え上がらせていって、モチベーションを保ったままやりたいことができるとか、そうですね、そういう機会に恵まれると思います。始まりのカードも入ってきていますね。新しく物事、プロジェクトが始まるとかっていう可能性もあります。新しいお仕事を引き受けるとか、または新しいお仕事に就くっていう方もいるかもしれません。そうですね、この3ヶ月間っていうのはちょっと忙しくなってきそう。それはあなたにとっても喜ばしい忙しさだと思うんですよね。忙しくて苦しいようではなくて、楽しいんじゃないかな。忙しくてワクワクしちゃうとか、あれもこれもやりたいとか、それができちゃう。だから達成して嬉しい、数字が出るとか、結果が都度わかるとか、手に取って実感できることがあるので、やる気満々で、もう次々やっていきたいっていう、そういう気持ちになるんじゃないかなとも見ています。どんなに忙しいことがあっても柔軟に対応していきましょうと出てきていますね。そして先ほどもお伝えした通り、資格でお仕事されている方、語学だったりとか美容師とか資格を持っているとか、それでお仕事している方っていうのは良い運気になっていきます。なお一層良いと思います。で、その自分の資格持っていてもそれとは全く全然違うお仕事してるんですよっていう方に関しても、流れは全般的にいいので、私資格生かしてないわっていうふうに思ってがっかりしないでくださいね。まず1ヶ月目、ここですね。すごく素晴らしいですね。今受け取るものがたくさん出てくるっていうのが入ってくるし、魅力がより一層開花されていくっていうのが出てきています。まず1ヶ月目で一つ目標を達成するとか、自分がどうしたいのかなっていうのがよりクリアに見えてきたりとか、自分の中でも確かなものっていうのが生まれ始めてくるんです。見え始めてくるんですよね。1ヶ月間どういうふうに過ごしたいのかとか、あとはこの3ヶ月ぐらいの間どういうふうにやっていこうかなって、もっと遠い視野を持てるかもしれない。1年後の自分はこうなっていたいなとか、よりクリアな思考とか考え方、目標っていうのが見つかってきます。そして周りの人からも慕われるので、人が寄ってくるとか、あなたにだったらお願いしたいとか、あなたにだからこそ任せたいとか、そのようなことを言われて、やる気がアップしていきますね。魅力全開になる1ヶ月目です。すごくいい流れだなと思いました。ここはやはりあなたの心の思う通りに進んでいきましょう。今やる気に満ち溢れている。で、なおかつ体力がついていきそうな感じなので、その心身のバランスだけ気をつけてください。寝不足にならないようにとか、不安なことはあらかじめ対処しておくとか、なるべく負荷のかからないようにしておくと、この2ヶ月目3ヶ月目がより対応しやすくなってくるよっていうのが出てきています。なので1ヶ月目のうちから、余裕のあるうちから体力つけておくとか、ゆっくり休んでおくとかしておいて、温存しておきましょうっていうメッセージが入ってきていますね。はい、そしてどんな時でも柔軟に対応していくためにもっていうことで、心のリラックス、体をほぐす、マッサージするっていうことをやってみてください。これはもう3ヶ月通してずっと言われてるかなと思います。全体的なアドバイスとして、柔軟に対応していくことと、あとは心を常に開いておくこと、受け止める準備をしておくこと、いろんな出来事、依頼とか新しい仕事を引き受けたりとか、また人の行き来っていうのもありそうなんです。新しい人が入ってくるとか、または退社される方がいるとかで、人の入れ替わりっていうのがありそうなんですね。その時も心を開いておくと受け取りやすいかな、受け入れやすいかなっていうのも入ってきています。やはり課題点として捉えておきたいところっていうのが、この3ヶ月間ムーンのカードですね。不安になったり、先行き未来のことに対して不安になったりとか、見えないことに対しての恐怖を抱いてしまうところ、これがポイントなんですね。ここにもムーンのカードが周りからの評価で入ってきているんですね。ただムーンのカードっていうのは、クリエイティブな作業をしている方にとってはとても素晴らしいインスピレーションを与えてくれるカードなので、クリエイティブな活動をされている方やお仕事されている方にとっては、そこが
結構大きく作用してくるんじゃないかなとは思うんですね。クリエイティブ作業です。そうですね。アイディアが湧いてくる、煮詰まるっていうことはなさそうなんですね。まずこのクリエイティブな発想力が、インスピレーションが降りてくる可能性はあるよっていうことだけお伝えしておいて、ここの本題に戻ってムーンの課題見ていきます。やっぱり先行きが見えないとか、自分で取り組んで始めていって依頼を引き受けて取り組んでいったんだけど、どうなっていくんだろうとか、しっかりとこなしていけるかな、または心身のバランスが崩れるっていうことがありそうなんです。忙しくなってくる分、そこに体が追いつかない、気持ちが追いつかない、モチベーションは高いんだけど、気がついたら自分の体が疲弊していたっていうことにもなりかねないので、ここはゆっくりやっぱりね、休むことっていうのがアドバイスかなと思います。そして太陽策のところに運命の輪、そして周りの方の環境としてエンペラーのカードが入っています。あなたが慕っている上司や社長、目上の方があなたを引き立ててくれる、と思います。または強力な助っ人だったり、依頼主の方がどこかの店長さんとか社長さんとかお店を経営している方っていうのが新しい仕事を持ってきてくれる可能性も高いですね。またその方の下で働くっていう、そういう環境もあります。安定はしています。周りの環境が安定していて、この人についていけば間違いないっていう方がいらっしゃると思うので、その方を信頼して進んでいきましょう。信じるものは何なのかっていうことを常に自分の心に留めておくこと、心身のバランスを整える、休むことの他に、自分の信じる人は誰か、自分が頼りになる人は、頼りにする人は誰なのかっていうことを持っておくこと。そうすると揺れづらいし、不安になりづらいよっていうことが入っています。2ヶ月目で新しい始まりとか、さらにモチベーションがアップする出来事っていうのが起きてきます。仕事の依頼だったりとか、そうですね。あとはここで新しくお仕事を始めるっていう方もいるかもしれないんですが、ただそうですね、転職考えてるよとか転職活動している方っていうのは2ヶ月目ぐらいに転職のきっかけがありそうですね。どんな状況の方でも2ヶ月目、ここターニングポイントかなと思います。良い意味で変わっていくと思うので、ぜひこのチャンスを掴んでいただきたいなと思っています。3ヶ月目、ワンドの8、急展開を表します。あなたにとっても、そして周りの環境も慌ただしくて、それは右肩上がりに上っていくような上昇気候にあります。そうですね、2ヶ月目で始めたこと、取り組み始めたことについて成果も出やすいし、流れも早い。ぜひこの流れに乗り遅れないように、あらかじめ余裕のある1ヶ月目のうちにバランスを整えておきましょう。そしてチャンスが巡ってきたら、そのチャンスをつかみ取っていくためにも、心を常に開いておいて準備しておくことっていうのが大切かなというふうに出てきています。この3ヶ月間、運気の変わり目、転機っていうのが2ヶ月目あたりに行われていて、それが拡大していくような流れになっていきます。ぜひものにしていきましょう。あなたが受け取れる分はもうどんどん受け取っていけます。自分に余裕があれば、あれもこれも欲しいと思ったら手に入ってくるような流れになってくると思うので、周りの人も安定しているので、あなたのことを支えてくれたり導いてくれたりしてくれると思います。周りの人にかき乱されるっていうこともない。ティータイムルノルマンでムーンのカードのところについて1枚補足をもらいましょう。今のうちからゆっくりと睡眠確保しておきましょうっていうことは伝わってきます。木のカード、木というのは絆、信頼、あと体調面のことを表します。つまりは体調面で不安にならないように、やっぱり休息をっていう風に見ることができるかなと思いますね。3ヶ月目ぐらいですかね。ここのあたりが忙しいので、このちょうどリアタイでご覧になっている方は年末12月あたりに、そうですね、健康面のバランスっていうところで、このティータイムルノルマンのツリーのカードっていうのは主に健康面
っていう意味が強いんです。なので体調、心身のバランスっていうところをやはり気にかけていただけるといいかなと思いました。はい、不安なことはあらかじめ対応しておくとか、なるべく早く治療を始めるとか、病院で見てもらうってことがいいのかもしれません。そしてアドバイスカード、ワンドの3番です。いいですね。周りの方と協力し合いながら、なんかパートナーがいらっしゃるような感じがするので、職場のね、仲のいい人とか頼れる人がいると思うので、その方とさらなる発展拡大とか、自分自身の運気が上昇していくので、それに乗っていってほしい。周りと掴み取る成功っていうのが見えています。そして中にはあなたがリーダーシップをとって周りを引っ張っていくような、そんな役目を持っている方もいるかもしれません。持ち前のリーダーシップを発揮して行動していく時ですよっていう風に出てきています。はい、そうですね。または同じようにね、協力して一緒にやっていこうって言ってくれる人がいるのかもしれません。ではここでアドバイスもらっていきましょう。忙しいんだけれども、その波に乗っていって体調を整えていけば、よりさらに拡大、成功、繁栄っていうところが見えてくるかなと思いました。ではアドバイスカード、冥王星です。破壊と再生。やっぱり3ヶ月間の間、特に2ヶ月目あたりで転機が訪れると思いますね。そしてこちらのカードも、やっぱりこちらもね、再生を表す蛇のカードですね。何かを、古いものを手放して新しいものを取り入れるとか、軌道修正をするとか、ここでもうすでにあなたの、そうですね、今後の展開っていうところで、いて座とロンギヌスの槍が入ってるので、ロンギヌスの槍っていうのは腐敗したものを切り離し、その後に再生、癒しっていうのが生まれてくるんですね。でこの冥王星も破壊と再生っていうのがあるので、何か打ち壊す、それは多分自分の意思で、突然何かが崩れるとかではなくて、自分の意思で打ち破る、殻を打ち破ったりとか、新しいことに挑戦することによって、また再び新しいものが生まれ上がってくるような再生ですね。流れが動き出していくっていうような、アドバイスが入っています。何かを切り離すことが出てくるだろうって。でも切り離したことによってより加速していくよっていうことが言われてる。じゃあそれは一体何なのか、何を手放すのかっていうことで、1枚もらっていきましょう。鳥です。鳥はコミュニケーションを表します。おしゃべり、そして噂話で、中にはこれ歌っていうメッセージも入ってるので、あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけど、歌手やってますとか歌やってるんですよっていう方に関しては、クリエイティブなカードも何枚か入っていたので、あと歌に関わらずトークしていますっていう方、接客業だったり営業でトークで自分で持ち味にして仕事していますっていう方については、そこに対する手放しっていうのが行われます。何かやり方を変えるっていうことですね。より良いものにするためにっていうことで、あと噂話には注意ですね。その歌とかトーク以外で言えば噂話やおしゃべりっていうのがあるので、そこに一度見直しがかかるかもしれません。そして腐敗していたものを切り離すっていうこのカードがあるから、例えば今まで周りの噂話に左右されてきましたって人は、もうそこから抜け出す、周りのことを気にしない、噂話に左右されないってことで、何に集中しますかって、周りの目に集中する、周りのことが気になる、噂話に気になって仕事が手につかないっていう方は、もうそろそろその噂話に左右されないところに自分を持っていった、引き上げていった方がいいんじゃないんですかっていう風に入ってるのかなとも思いますしね。はい、この今のあなたの評価のところにコミュニケーション、おしゃべり上手っていうところも入ってるし、逆に何を、再生、見直すのかって言ったら、ここもコミュニケーションっていう風に入ってくるので、この3ヶ月忙しいんだけれどもコミュニケーションをもう一度見直してみる。例えば
抜け目がないか、漏れがないかとか、伝えきれていないことがないかっていうことかもしれないし、今までのやり方が変わるっていうことなので、例えばオンラインとか在宅ワークが増えるのかもしれません。あとは持ち前のコミュニケーション力を発揮して今まで言えていなかったことを打ち明けていく、心をオープンにしていくことっていうのもアドバイスで入ってきていたので、自分がオープンでいられるために周りに左右されずに自分の意見を伝えてみるっていうことも必要になってくるかもしれません。このコミュニケーションっていうのがキーワードとして入ってきました。多分あなたはもともと賢い方だし、知恵を使って乗り越えていく力っていうのを持っている。なのでここはクリアしていけるんじゃないかなと思うんですね。新しいことに挑戦するために何かを手放す方もいるかもしれない。それは自分自身の成長のためだから、いやいや手放すわけではないんだよっていうことは言われています。立て直しが必要になってくるかもしれませんが、それも自分自身にとって必要なことなんだっていうふうに受け入れましょう。で、中には少し厳しいな、ハードだな、困難だなって思うようなことがあるかもしれない。あるとするんだったら2ヶ月目、3ヶ月目とかですね、2ヶ月目で新しい物語がスタートするんですが、その時にうまく対応していけるかなっていうところでストップする方もいる、混沌とする方もいるだろうし、また3ヶ月目の忙しさについていけないという方もいると思うので、多分この辺りかなと思うんですね。そこで自分を立て直していきながら、体調面ももちろんそうだし、自分自身を立て直していきながら、ここは乗り切って勢いに乗っていきましょうっていうのがね、出てきていました。噂話に左右されないようにお気をつけくださいということですね。そうですね。蛇なので絡みついてくるものっていうことで、自分自身が引きずってしまっているものかもしれないし、またあなたの周りに、そうですね、絡みついてくるような、厄介事とかもねあるかもしれないので、それらからね手放す、切り離していくタイミングなのかもしれません。今あなたにとって必要じゃないなと思うコミュニティの中から外れていくタイミングなのかもしれないので、この先ほど言ったコミュニティとかコミュニケーションだったりとか、あと立て直すこと、見直すこと、手放すことっていうのがこの1番さんの大まかなテーマになってくると思います。はい、囚われているものから抜け出す時です。ただ周りからの評価っていうのはとても好印象っていうのが入ってきていますから、でもそれ以外にね、やっぱりコミュニティの場でちょっとあなたにとっては必要ではないような亀裂があるのかもしれないので、そこを手放していきましょう。1ヶ月目ものすごく順調で余裕も出ている時なので、この時からあらかじめ前もって前乗りしてね、準備しておくといいと思います。はい、このようなアドバイスカードが出ました。では最後にお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。こちらのカードは、そうですね、家族、ファミリーっていうのがあります。で、今回はあなたのご両親とかご家族のことを表しているかもしれない。仕事を頑張っているあなたを支えてくれるご家族がいるとか、またこの仕事、職場の中のチームメイト、団結力を表しているかもしれません。はい、仕事関係の方々として捉えていただいても構いません。もうすぐ嬉しい出来事がやってきます。みんなで集まって楽しいひとときを過ごす機会が生まれてきそうです。どんな招待が来てもなるべく断らずにいましょう。素敵なサプライズがあなたを待っています。周りに人が寄ってくるんですね。そして集まりに招待される。で、その時になるべくだったら参加してみんなの中に入っていきましょうっていうアドバイスカードなんですが、こちらのカードとかにはコミュニケーション、その中でも自分の中でいらないものは手放してくださいねっていうふうに言われてるので、自分が行きたいって思うのを選択して乗ってってもいいと思います。できるんだったらなるべく断らずにっていうふうにメッセージが入っているので、あなたの心の持ちようでそれは変わってくると思います。無理して参加することはないんですが、
お誘いの機会とか嬉しい出来事、思った以上にありそうなので、収穫がありそうなので、ぜひお出かけしてみたりとか、誘われたら行ってみたり、飲み会に参加してみたりするのもいいと思います。また自分が企画するのもいいと思いますね。みんなでご飯食べに行きませんかとか、そうですね、そういうこともいいのではないか。みんなとのつながりとか、あと嬉しい出来事っていうのを共有しましょう。あなたにも素敵なサプライズが訪れます。はい、とても波に乗る3ヶ月間です。ぜひここは自分のモチベーションをそのまま維持して乗り切って成功をつかみ取っていきましょう。はい、タイミングよく乗っていくためには心身のバランスを整えることです。今回は仕事運、今後の展開と周りからの評価について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお仕事運、今後の展開と周りからの評価について見ていきます。よろしくお願いします。ではトランスペアレントオラクルカードを使ってカードをまた3枚出していきます。シャッフルしてカットして7枚目ずつで3枚取っていきます。まず周りからの評価っていうところ、そして2枚目が今後の展開について、そして3枚目が好転アドバイスということで、こちらのオラクルカードから今3枚もらっていきます。はい、ではカットしていきましょう。こちらは見た時がタイミングですので、見た時から1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目と運気の流れを見て参考にしてください。で、そしてお話としてはリアタイでお話を進めさせていただきますので、今こちらが1ヶ月後が10月、11月、12月と3ヶ月の運勢として見ていきます。はい、まずこちらが周りからの評価です。はい、そしてこちらがこれからのお仕事の流れ。はい、アドバイスです。アドバイスカードは木星のカードです。木星っていうのはね、拡大発展っていう風に言われています。何でも拡大していってしまうっていうところはあるんですが、もう少しね詳しく見ていきましょう。星と惑星オラクルカードを使ってこちらも3枚出していきます。まずは周りが感じるあなたの、印象評価、職場でどのように見られているのか、そしてこれから3ヶ月間のお仕事運、ここ変化がありそうなんですね。そこについても1枚、そしてあとはアドバイスカードです。木星のところに足していきましょう。木星はそうですね、喜ばしい拡大であってほしいっていうところがありますね。またそうなるようにどのようにしていけばいいのかなっていうふうに見ていきましょう。ではタロットカード、こちら大アルカナ22枚のカードです。こちらから周りからの印象として1枚もらいます。職場ではどのように見られているのか。ではまず見ていきましょう。こちらのカードがそうですね、砂浜ごめんなさい、砂浜じゃなくて砂漠のカードと、つなれ人と海洋性、目に見えないものを大切にする、すごく柔らかい印象を抱きますね。これを見ていると輪の中心にいたりとか、ただそのつなれ人のカードも入ってるので、あなたが今耐えていたり、なかなか動かないこと、お仕事の中ですね、スムーズにいかないことでも忍耐する力があるなっていう風に印象を持たれてるんじゃないかなと思うんですね。でも海洋性のカードも入ってるので、あなたの発想力だったりイメージする力っていうのが大きいんじゃないかな。
そして面白いなって思われている可能性もあります。その見方面白いね、そういう風に考えるのいいねとか、よし面白いからそのアイディア企画を採用しましょうとかね、独特な見方ができる人だなっていう風に思われてると思います。で、一方でやはり忍耐力や持久力のある方、適応力のある方っていうのもあります。大きなお仕事や責任が問われるようなことをあなたに任せても、あなただったら耐えてくれるだろうとか、そういう期待もありますね。大事なことや重大なことを任せたいっていうふうに思われている可能性もあるし、それぐらい責任感が強くてやり遂げる力を持っているからだよっていうふうに評価されてるんですね。はい、そして輪の中心にいる気もしますし、また自分が望んでいなくても周りから人が集まってくるというかね、あなたのところに注目が集まるような感じもしますね。自分はそこまでね、人と関わらなくてもいいのになって内心思っていたりするかもしれません。今のあなたっていうのが注目は集めやすいなっていうのは入ってきますね。そして創造性、インスピレーション、アート、芸術性っていうのも高く評価されているので、あなたのセンスっていうのに惹かれているんじゃないかな、周りの方々、お仕事関係の方々っていうのは。それはそのあなたが仕事着のファッションセンスがいいなっていうふうに思われているかもしれないし、その仕事の中のアイディアとかね、インスピレーションっていうのが個性的で素晴らしい着眼点を持ってるなって思われてるかもしれないし、またそうですね、芸術的なお仕事に疲れている方は、そのあなたの個性を思う存分活かせるような環境に今いらっしゃるのかなとも思います。はい、このあたりでしょうか。色彩感覚がいいとかセンスがある方っていうのが入ってきますね。いいのではないかなと思います。気になることといえば、後でタロットで出していくんですけど、あなたがどこに今悩みを持ってるのかなっていうところにもよります。体調面で言えば、なんかね、寝不足ではなくて眠りすぎっていう感じがするんですよ。だからこう寝ても寝ても疲れが取れないとか、休みの日結構寝ちゃってとか、なかなか起き上がれないとか、寝不足っていうよりは何かこう眠っても疲れが取れないっていうような感じがしました。あとはあなたの悩みっていうところに対して見ていこうかなと思います。そしてこちら直近3ヶ月のお仕事の流れで、これが蝶のカードっていうのが変容を表します。で、一方で美しさも表すので、あなたがより美しくなっていく3ヶ月の流れなんです。なので美容とか自分のセンスを生かすようなお仕事をされている方っていうのは、より一層自分のセンスが磨かれていくと思います。ちょっと一旦キャンドル補充させてください。はい、お待たせしました。で、あとはですね、こちらの蝶のカードっていうのは美しさや変容の他にも自己犠牲っていうのも少し感じられるんですね。ここにつなり人のカードも入ってるので、自分の何か心だったりとか時間かもしれないし、自分の生活や自分の体の何かを削って仕事に精を出していたりとかっていう可能性もある。自分を犠牲にしてでも今成し遂げたいことがあるとかね、頑張ってることがあるっていう方もいるかもしれないなというふうに感じました。もう少し見ていきましょう。双子座、知性と言葉と行動力、すごくね美しいですよね。この2番をお選びいただいた方ってやっぱり色彩感覚があるというか、なんかね柔らかさだったりとか、一方で儚さっていうのもあるからほっとけないっていう感じで周りの方々から見られてる気もするし、逆に頼りにしていますって、美しいあなたについていきたいですっていう方もね、ファンですよねがいらっしゃるような気がします。後輩に慕われているとか、そういう方も多いんじゃないかな。目上の方に可愛がってもらってるとか、可愛らしいんですよね。センスが良くて金銭感覚もいいのではないかなと思うんです。バランス感覚もいいので、なんかねこうおごってもらったりする時もあるだろうし、お声掛けされることもあるだろうし、柔軟に対応してるなっていう感じがします。なんだろ
なんかこう不思議ちゃんって思われてる可能性もあるんだけど、そこがすごく魅力的って思われてますね。みんなと違う言動をしたりとかして、それが面白いとか素敵とか、そんな発想今まで考えつかなかったよって言われたりとかするような感じなんじゃないかなと思うんですね。あなたがいるだけで場が和むような、そんな雰囲気を感じますね。すごく可愛らしくて美しい方っていうのが入ってきます。双子座のカードっていうのはコミュニケーションを表しています。言葉遣いが独特なのかもしれませんね。あなたの一声でガラッと雰囲気が変わったりとかするようなところもあるかもしれません。そしてこちら、その直近3ヶ月のお仕事運の流れなので、まず変化っていうのが入ってきますね。より良い流れになっていきます。そしてそうですね、自分の感性が磨かれていくような3ヶ月になっていくと思いますし、自分のそうですね、あとはタロット使いましょう。タロットで深く見ていきましょう。ここから3ヶ月どのように流れていくのか見ていきます。でも光り輝くものを持っているので、眠っている才能が発掘される可能性もあります。今までこれ興味があってやってみたかったんだよねって思っていることが、案外それがこう目上の人に認められて抜擢されたりとか、趣味で始めたことがお仕事につながるとか、そういう気もします。自分のセンスや隠れた能力っていうのが開花していきそうな気がします。1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目見ていきましょう。周りの人もいいですね。周囲の状況もとても良いです。そうですね、ソードの4番ということで、まず順番に見ていきましょう。ペンタクル2番、ラバーズ、そしてカップのページ、これが1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目の流れです。すごくいいんじゃないかなと思いますね。やっぱり拡大発展っていうところで、あなたがもし色彩に関わるお仕事をしていたり、自分のセンスを生かすようなお仕事、センス、色、アートとか、また自分の好きなことをお仕事にされている方、自分のアイディアっていうのがすごく湧いてくるような流れですね。そしてやっぱり周りとのコミュニケーションっていうのもすごく素晴らしいので、みんなで一緒に楽しいことを作り上げていく3ヶ月間っていうのが入ってきます。どの月も好調です。一つずつ押さえていきましょう。いいですね。1ヶ月目もペンタクル2番なので、バランスが取れているし、物事柔軟に対応していけるし、まさにもう変わるんだったら1ヶ月目から変わるかなって、この腸の変容っていうのが1ヶ月目から訪れてくると思います。なんか周りの人ともうまくやれてるしっていうのはもうずっと3ヶ月間続いているんですね。助けられるし助けることもあるしってことで、すごく素晴らしいチームワークっていうのがあります。一人でお仕事しているよっていう方でも、その取引先の相手だったりとか、自分を応援してくれるファンの方みたいな、方がいらっしゃると思うんですよね。その方々から受け取る応援のパワーとかエネルギーっていうのを活力にして、あなたがどんどんと活躍していくような流れです。すごく素晴らしいな。変容、美しく変わるなら1ヶ月目から変わるし、どの時でもね変わっていっても、どこでも全然いいんですけど、どこで変わっても美しい変化っていうのがずっと続いていきます。1ヶ月目は新しいことにチャレンジしたり、特にあなたが興味あること、ネットからそれは情報が生まれてくるかも。やってみたいなと思うことをネットで検索したりとか、そこにヒントや情報が眠っていたりとかする可能性もあるし、それは海外に携わるようなことかもしれない。言語とか、その英語を頑張って勉強してみようかなとか、韓国語やってみようかなっていうことかもしれないし、その言語だけじゃなくて自分の趣味、新しい趣味始めてみようとか、
自分磨きとかかもしれない、美しさっていうのが入ってくるから、より美しくなるためにっていうことで運動を始めますとか、そういう方もいると思うし、順調に物事が流れていきます。生活のバランスもすごくいいので、どこのタイミングで変わってもいいよって言われてるんですよ。なので自分が今だと思ったら、もうその瞬間から変わり始めるよって言われてます。自然と変わっていく気がするんですよね。無理してこれを始めよう、ああしようって意識しなくても、無意識のうちにもうすでに進んでいるような気がします。2ヶ月目はラバーズのカードが入ってる、周りとのコミュニケーションが活発になっていく時だったりとか、まさにそのあなたの言葉とか行動力、言動っていうのが周りを左右する大きな流れになる時です。そしてあなたは柔らかい言い方をされてる気がするので、言い方がきついとかそういうことがないので、注意をするのであれば、周りからモテすぎて決められないとかね、一つに絞れないってことが出てくるかもしれないんですけど、たとえそれがあったとしても、あなただから許せちゃうみたいな、そういうね、周りの雰囲気っていうのを感じるので、そこに何か責任感を感じたりとかする、あまりねしすぎる必要はないよっていうふうに出てきていますね。何か悪いことが起きるというよりは、周りとより潤滑にコミュニケーションを取りながらうまくいく時なんじゃないかなとも思うし、ワクワクドキドキウキウキするような、そんな3ヶ月なんですよね。遊び心が常にこの3ヶ月間、余裕とか遊び心っていうのが常にあるので、負荷がかかるとかプレッシャーがかかるとかっていうわけじゃなくて、楽しんでお仕事をしていくような流れになっていきます。そうですね、なんかね、その飲食に関わることだったりとかも活発になってくるので、飲みに行きませんかとか、ご飯食べませんかとか、また飲食店でお仕事されてる方っていうのも運気がより一層上がっていくようなイメージが入ってきます。男女問わず、性別問わず、年齢問わず、いろんな方から話しかけられるとか、可愛がってもらえるっていうのが入ってきます。とにかく可愛いっていうのがね入ってきますね。周りの方からの好印象がずっと続いていて、人間関係も好調です。そしてお仕事運自体もすごく良い流れっていうのが生まれていますから、人からの紹介で新しいお仕事をもらったりとかする可能性もあるんじゃないかなと思います。で、気を引き締めていきましょうっていうところはポイントとして入っているんですよね。そうですね、余裕があって遊び心がある、楽しいから、時々ハメを外したくなっちゃう時ありませんかみたいな、いう感じでは出てきています。でもハメを外しすぎるからって悪いことが起きるとか、誰かからひどく言われるとかではなくて、なんか失敗しちゃっても、ちょっと気を抜いて失敗しちゃっても、そこは丸く収まるというか、周りの人がうまく収めてくれたりとかカバーしてくれたりするので大丈夫なんですけど、気になるなっていう方はちょっと気を引き締めておいてもいいかもしれないけど、でもな、気を引き締めるよりだったら今拡大していくこのエネルギーをうまく自分の色に染めていくことっていうのがうまくできる3ヶ月だから、どんな風にこのパレット色塗っていこうかなとか、そういうことを考えてワクワクが止まらないっていう感じがしますね。はい、そしてポイントとして押さえておきたいところにカップのナイトのカードが入っています。周りとのバランス、調和っていうのもそうだし、自分がこのナイトっていうカードは自分の誠実な気持ちを伝えていくことっていうのがねテーマなんですよね。そして今回は仕事運なので、やっぱりコミュニケーションにおいてなかなか決めきれなかったりとか、お誘いが多くてどのお誘いに乗っていこうかなっていう、モテるっていう感じですね。仕事でモテるっていう感じです。依頼が多いのか、職場の方からいろんなお誘いがあってどれを対応していこうっていう風に優先順位で迷っちゃうとか、そういうね嬉しい困りごとが起きるかもしれないし、また自分の理想をどこに持っていこうかなって、だからつまりどういう色をつけようかな、ブルーなのか赤なのか黄色なのか、どうしようかなっていうところでワクワクする反面、どれか一色に決めなきゃいけないよね、なんか絞らなきゃいけないなっていうふうに思うような3ヶ月間の流れになるかもしれない。
あなたがどの色を選んだとしても、どの理想を追い求めたとしても、必ず応援してくれる、寄り添ってくれる方がいるから、大丈夫、周りに甘えていいよっていう風に出てます。相談したりとか、もうどうすればいいんだろうって、困っちゃったとか、そういうことも素直に言えば助けが入ってくるし、大丈夫だよって、いつもそばにいてくれる人もいるよっていう風に入ってきます。揺れやすいっていうのもあるんですよね。ワクワクしたりドキドキしたり楽しいことがたくさんある分、揺れやすいんですよね。揺れるっていうのは、今回は不安が出てくるというよりは、こうふわふわしている感じ、楽しいんだけどふわふわしている感じ、立ち止まった時に来年この調子でやっていけるかなってふと思ってしまう時が出てきたりとか、物事がこのまま流れていっていいんだろうかとか、自分の一つの選択によって全てがストップしてしまったらどうしようって思う時が出てくるかもしれないんですよね。そういう揺れやすさっていうのがあります。形を変えやすい、変わりやすいからこそ生じる不安だったりとか、感情の揺れっていうのが見えやすいですね。なんか周りに合わせているばかりで、自分の意思が押し通せない、出てこないとか、うまく言えないっていう感じで出てくるかもしれないし、モチベーションがダウンしてしまうって方も中にはいるかもしれないんですよね。なのでモチベーションを常に維持しておくことっていうのがポイントかなと思うんですね。飽きやすいのかもしれない。何かが新しく始まるというよりは、今すごく楽しくて変わっていくとしても楽しい方向に変わっていくんですね。だけどそこで問われる自分の言動っていうところが出てくるかもしれないなっていうのは多少感じます。流れとしてはすごくいい流れなので、あとは自分の言動に責任感を持つことっていうのが対策で入ってるかなと思います。でもそんなに気をつけなきゃいけない流れではないので、ちょっと抑えておく、時々振り返ったりとかして自分の言動を見直しておくとよりいいのかなっていう感じはします。そしてアドバイスカードっていうのも、ソードの4番っていうのはまず一時休止のカードなんですね。そしてここを潤滑に流れがよく流れている中で立ち止まることっていうのがアドバイスカードに入っています。休養や休息、考え込みすぎていてうまくバランス取れないなって思った時は、何も考えない時を作るっていうことかな。あと先ほどお伝えした通り、寝ても寝ても寝足りないとか、疲れが抜けないっていう方とか、あんまり現実的なことは今は考えたくなくて流れにただ乗っていきたいなっていう方とか、その傾向が見られるので、ちょっとこちらのアドバイスカードも見ていきましょうか。木星のカードと月食のカードですね。問題と向き合うタイミングがやってきていますよと出てきています。で、月食っていうのは太陽と地球と月が一直線に並んで、太陽の光が地球にかかっていて、地球のその奥に月が並んでいるので、月に太陽の光が届かなくなる時のことを月食っていうんですね。地球の影に隠れてしまう月がっていうことで、隠れていた問題と向き合うタイミングとか、自分自身が今まで気がついていなかったところに問題が出てきているのかもしれないですね。それはもうはっきり言ってしまえば、現実と向き合うタイミングがやってきましたとかですね。あとは選択するときや周りとのバランスが悪いわけじゃないんですよね。でもどこかで現実味を考えたときに決めていかなきゃいけないことが出てくるんじゃないかなとか、例えば理想を追い求めていて、そこに例えば投資を続けていて、現実を考えた時に投資しすぎだよなっていうようになった場合は、一旦そこで調整するべきみたいな流れになってくるかもしれないんですよね。周りの人は応援してくれるし頑張れって、環境も温かくてやりやすいんだけれども、現実味を持つことっていうのが入ってくるかなとも思います。
そしてどこにあなたが問題を抱えているのか、地に足をつけて基盤作りから始めていかなきゃいけないのに、これやりたいあれやりたいっていうことで周りも楽しくやってるし、それでも夢見心地な感じがしてしまって、じゃあ現実的に何か成果を残しているんですかっていうところに目を向けたら、なんかちょっと気持ち的に痛いみたいな、目を向けられない何かがあるっていう風になっているのかもしれないし、どうでしょうって。あとは周りの人に左右されていて、自分の意思っていうのが定まらない、揺れやすい、流されやすいっていうのもあるかもしれないから、どこに問題があるのかタロットでもう一枚もらっていきましょうか。決められていなかったことははっきりと決める時がやってきましたっていうことが出てきています。木星のカードは、幸運の他に拡大の方が意味合いが強くて、より自分が拡大発展していくために必要なことなんじゃないかなと思うんです。向き合うっていうことが、問題と向き合うこと、一旦止まって思考を何も考えない時間を作って、現実を見るとか、思考を停止させることで流されなくなるとか、ちょっとごめんなさい、何言ってるんだろうって思うかもしれないですよね。その周りからの受け取るエネルギーがたくさんあるんですよ。あっちからもこっちからもいろんなエネルギーが入ってくる。で、そうやって受け取っていくと、どの色にしていこうかって迷いが生じやすくなる。何かあれも美味しそうだし、これも綺麗だし、あれも良さそうだしっていうことで迷いが生じやすくなってしまって、じゃあどうしたらいいのかなってなった時に、一旦そのエネルギーを遮断するというか、すごく良いエネルギーなんだけれども、自分を保つために一旦外部から距離を置いたりとか、例えばスマホの電源一回切って、何も目にも入ってこない、耳にも入ってこないような環境を作って、一旦静かに休んでみるとか、夜寝る時だけは電源オフにしておこうとか、そういう時間を設けて、そして自分の中で指針、どういうふうに向かっていこう、何色にしていこうかなってことをよく見て考えることっていうのがね、必要な気がします。そして問題って何ですかって言った時に、ワンドの7番のカードが出てきました。やはり一つに決めることとか、そうですね、あとは自分自身の自信をつけること、自分はこうなんです、やっぱ色決めましょうっていう風に出てきましたね。何色にしようかな、あれもいいな、これもいいなではなくて、決めようって出てきましたね。いろんな人から影響を受けると思うし、すごく楽しいし、その中でそろそろ3ヶ月目ぐらいで決めてもいいんじゃないっていう風に出てきてますね。よく見てごらんって、よく目を凝らしてみたらはっきりと分かってくるよって出てきていますね。そして現実から目を背けないこと、冷静に考えれば、自分が今どの状況にいてどうしたいのかっていうのがよりクリアに見えてくるので、ありもしないことで不安になったりとか揺れたりとかするんだったら、しっかりと現状を見つめていって道を定めていきましょうっていうことで、周りと仲が悪くなるとかそういうことはないので、この良いエネルギーをね、うまく利用していきましょう、活用していきましょうっていうことです。で、中には一回止まって考えたりとか、一旦外部からのエネルギーを遮断する必要も出てくるのかなとは思います。はい、ということでもう少しもらっていきます。こちらのティータイムルノルマンカードを使ってアドバイスカードもうちょっと見ていきましょう。なんか隠れるっていうこともいいかもしれないんですよね。エネルギーが、たくさん降り注がれてくる時なので、降り注がれすぎていてどうしようってなってしまったら、一旦隠れて身を潜めて、そして暗いところで自分自身を見つめ直してみる。人がいない場所、人の注目を集めないような場所でゆっくりと過ごしてみるっていうのもいいかもしれません。山のカードです。
山のカードは時間をかけて取り組みましょうっていうメッセージが込められています。その方がゆくゆくあなたの発展拡大へとつながっていくでしょう。揺れてしまった時は自分のことを見つめ直すために一旦シャットダウンする。そして時間をかけて取り組む必要が出てきますっていうメッセージですね。自分の中の問題、周りとうまくいかないとかではなくて、ご自身の中の心の問題になってくるんじゃないかなというふうに見ています。そしてそうですね、水を使った方がいいかな。水に注意というか気になるなと思いました。実物の水ですね。水とか飲み物だったりとか、乾いてるのか潤いすぎているのか飲みすぎているのかってことですね。飲みすぎ注意だったりとか、水分取らなすぎは注意だったりするので、水のコントロールをしましょう。どうでしょう。あなたがもしいつも例えば晩酌をしているっていう方だとしたら、休館日を設けるとか、あとはこのお風呂とかに使って半身浴してリラックスしてみるとか、または水分取れていないっていう方、いつもジュースだけとかっていう方だとしたら、コーヒーとかジュースだけの方は一旦それをストップして純粋なクリアな水を取り入れるっていうこともおすすめかもしれません。水に注目してくださいっていうのは出てきています。そして自分を見つめ直していくことで、より拡大していく流れになっていきます。自分の芯をしっかりと持つこと、モチベーションを保つために、時々一人になることっていうのがアドバイスとして入っていました。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。これはでも素晴らしいメッセージが入ってるんですね。贈り物やあなたに差し出されるものっていうメッセージがあります。日々の中で愛に満ちた優しさや思いがけない支えがあなたのもとにこれから訪れるでしょう。まるで天からの贈り物のように人生に喜び、そして彩りを添えてくれます。見返りを求めずに感謝してその幸せを受け入れましょう。良いタイミングがやってくると信じ、心を開いて迎え入れましょう。素晴らしいこと、あなたの心を彩ること、確かにいろんな色、いろんなイメージが入ってくるんですね。それを受け入れて、喜びを受け入れてくださいっていうこと。そして見返りを求めずに、私が受け取ったからとか、私がこれをしたからこうしてくれるよねっていうふうに思わずに、感謝してありがとうってただ思って、そのまま、あとは相手が何かしてくれるとか、自分がこれしなきゃっていうふうに思わず、受け取るものを受け取るだけにしておきましょう。そしてあとはやっぱりこの受け取ったものの中から自分が何を選び取っていくのかっていう作業をこの3ヶ月間の間繰り返し行っていきましょう。いろんな人から贈り物が届けられると思います。物質的なものから気持ち、感謝の気持ちとか、いつもありがとうとか、あとはいろんなエネルギーですね。明るい前向きなものです。どれも中にはネガティブなものもあるかもしれないけど、ポジティブなエネルギーの方がすごく強い。いろんなカラーが入ってくるんですね。なので迷いやすいとか、どの方からの好意を受け取っていいんだろうみたいなことで悩みやすいので、そこに関してはそういう時はね、一旦シャットダウンして考えてっていう風に入っていました。ぜひ参考にしてください。今回は仕事運、今後の展開と周りからの評価について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはお仕事リーディングです。周りからの評価と今後のお仕事の流れ見ていきます。よろしくお願いします。ではトランスペアレント、こちらのオラクルカードをシャッフルしてカードを出していきます。こちらから3枚カードを出していって、周りからの評価で1枚、そして今後の展開で1枚、そして
アドバイスカードで1枚出していきます。今回は見た時がタイミングですので、今見た時から1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目のお仕事の流れ見ていきます。そして周りからの評価ももらっていきましょう。どのようにお仕事の方々から見えているのか。はい、こちらをまず3つにカットします。はい、そしてまた1つにまとめて、では見ていきます。まずこちらが周りからの評価。はい、そしてこちらがお仕事運の流れ。はい、そしてこちらが今後の展開っていうごめんなさい、こちらがアドバイスカードということで出しています。はい、こうですね。こちらはミソサザイという小さな鳥のカードです。で、勝利を表すカードなんですが、この勝利するためには知恵を、振り絞っていきながら、そして何かを犠牲にして、そして自分で勝利をつかんでいく。またもしかしたら自己犠牲っていうこともね、勝利のために必要かもしれない。またはその逆で謙虚さが必要になってくるかもしれませんよっていうカードなんですが、印象のところも見ていきます。まずこの周りからの評価っていうところで雪のカードなんですね。とても美しいなと感じました。そしてこれからの展開っていうのも、こちらその天のカードって言って、少し神秘的だったりとか運命を感じるような出来事っていうのが起きそうな予感です。で、どちらもすごくクリアで綺麗だなっていう印象を受けたので、あなたのそうですね、もうちょっと見ていきましょう。カードを足して見ていきます。まず周りからの評価。それは雪のように美しい凛とした方なのか、それともこうすぐ消えていってしまいそうな儚い方というふうに見られているのか、もう少しね見ていきましょう。多分美しい方だなっていうふうにも思うし、この2枚が美しいので、流れがね今そうなんです。こちらこう運命とかを表すカードだから、何か来てるっていう風に見えますけどね。こちら大アルカナ22枚のタロットカードから周りからの評価っていうところで1枚もらっていきます。何か運がやってきてる気がしますが、どうでしょうか。見ていきましょう。まずは周りからの評価です。双子座のカードすごく綺麗だな。はいね、綺麗ですよね。そしてタロットも見ていきましょう。教皇のカードですね。あなたが自分の言葉や言動で誰かを導く役目なのかもしれない。先生のように教えているよっていう方もいるかもしれないし、また自分の対応がね、その後輩から好評を得てるのかもしれないし、あなたみたいになりたいって思われてるのかもしれないし、よく相談事を受けるんですっていう方もいるかもしれないですね。教皇のカードだからみんなのお手本になるような人だなっていう印象、評価っていうのをもらってると思います。中には人の上に立って、お話をしたりとかっていう方もいると思うんですね。社員の前でスピーチをしたりとかっていう方もいると思います。心がすごくクリアで美しいなっていう印象を受けました。淡いイメージですよね。なんか個性が濃いとかじゃなくて、透き通るような純粋さだったり思い、仕事に対する打ち込み具合っていうのがあるから、その熱い鉄のように打ち込むっていうような、そういう仕事への取り組み方ではなくて、澄んでいるんですよね。澄んだ空気とかのように、
少し表現しづらいんですけど、軽やかでもないし、かといってしっとりでもないですし、なんかあなたにしか生み出せない空気感だったりとか存在感っていうのがあるんじゃないかなと思ったんですよね。それは目立つと思いますよ。あなた自身が意識していなくても、あなたのその考え方や美しさっていうところは評価されてると思います。そうですね。やはり知性のカード、双子座のカードが出てるから、自分自身の考えをまとめることが上手だったり、人に伝えるのがうまいんですよね。なのであなたをお手本としたいと思っている方がたくさんいるし、評価されてるんですね。何か新人が入ってきて教えるんだったらあなたに任せたいって思われていたりとか、汚れがないっていうのがあります。道徳心の高さっていうのもある、モラルの高さっていうのもあるから、そのルールには背かないというか、反しない模範的な方っていうのも入ってくるし、ただ習ってるだけじゃなくて美しいんですよね。心の美しさっていうのがありますね。雪のカードってそういう印象を受けます。あと守ってくれる人、約束を守ってくれるとか、あとそうですね、あまり多くを語らないんだけど、っていうのも入ってきます。そういう印象が入ってきたりとか、あと言葉より行動で示してくれる人っていうのがあります。言葉がこうしますああしますって宣言しなくても、態度とか結果で表してくれたりとかするんじゃないかなとも思いますし、面倒見がいい完璧な人っていうイメージも入ってきます。はい、これが職場の方々からの評価です。そしてあとね、こちらがすごくいいカードなんですよね。天からのお告げが入ってくるっていう意味があるんですけど、こっちはどうでしょう。地球エネルギーを浄化、これから3ヶ月間の運勢なんですが、すごく自分自身が能力とか魅力とか存在感がより一層研ぎ澄まされるような3ヶ月間になりそうです。まず自分自身のエネルギーを浄化してくださいっていうのがあるので、もし今あなたの心が濁っているようなものがもしあるのであれば、それを取り除いて、混乱や不安を取り除いて自分を取り戻す時です。そしてあなたの時代はこれからやってきます。これを見た時から3ヶ月後あたりにやってくるのではないかなと思っています。もうちょっとかかるかもしれない、4ヶ月目ぐらいかもしれないんですが、ここはタロットで見ていきましょう。本来の自分らしさを取り戻すとか、決して今崩れてるわけではないとは思うんですけど、自分らしさってなんだろうって考えている方もいるかもしれないし、もう少しタロットで、見ていきましょう。このタロットカードを使って1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目の運勢、そして今課題としていることや周囲の状況なども細かく出していきます。どういうふうにこの3ヶ月間流れていくのか見た時がタイミングです。お話としては今この動画を投稿するリアタイでお話を進めさせていただきます。ですが10月に見ても11月に見ても、見た時から1ヶ月後、はい、2ヶ月後、3ヶ月後、はい、周囲の状況、周りと馴染むのが怖いとかありますか？うまく馴染めないとか、自分らしさを発揮できない、しづらいなって思っていたりとか、思う通りに進めていけないなだったりとか、自分はこれだけ頑張っているのになって周りとの違いを感じていたりとか、または何かのギャップっていうのが今感じやすいのかもしれません。すごく純粋でいろんなことを察知しやすい、敏感になっているっていうのがありますから、周りの方の顔色を伺っていたりとか、それでこうピンとくるものがあって、なんか今嫌そうにしてるなとか、今ここで頼み事をしたら断られちゃうかなって思っていたり、また気を張り詰めすぎていて、気を使いすぎていて、自分完璧にやらなきゃいけないっていう風に思い込みすぎていたりとかする可能性もありますね。
大丈夫、一人になることとか変化すること、悪い風に変化してもそれは大丈夫だよっていう風に自分自身に言い聞かせてあげてください。悪くなりたくないなって、悪くなる未来を恐れているっていうのが強く出てきているので、たとえ苦しいことがあったり困難なことがあったりしても、今そこから浄化して自分自身クリアになる時がやってきてるんですよってことを伝えてきてくれています。そうですね、今いろんなお気持ち、葛藤っていうのが生まれてきやすい時っていうのが入っていますね。周りからの評価っていうのはこのワンドの2番が表しています。行動を求められていますね。何か決めてほしいとか、新しいことをもし始めていくんだったらあなたに任せたいから返事をくれないかとか迫られているような感じがします。もう少し視野を広くして取り組んでみませんかとか、例えば今新人1人見ていますと、だけど1人じゃなくて10人ぐらいまとめてみてほしいんですよあなたにっていうふうに頼まれていて、いやちょっと自分のキャパ超えるんだよなって思っていたりとか、もうなんか周りからもう少し視野を広げましょうとか、世界を広げていきませんかっていう風な問いかけに対して、あなたが私そこまであまり広げたくないのよねって、自分の中の価値観を大事にしたいし、自分でこれだって思ってるもの、直感とか大事にしたいものの通りに動いていきたいんだけど、周りとのギャップを感じていたりとか、少し決めるの遅くないですかって言われたことでぐさっと来てしまったりとか、傷つきやすいっていうのが今入ってきているんだけど、その傷つきやすい心を抑えて社会的に職場の中では凛としていなきゃいけないっていうふうに思い込んでいるような、頑張りすぎているような、そんな気がしました。で1ヶ月目っていうのはペンタクルナイトのカードが入ってるので、一生懸命頑張るんですね。誠実に会社に貢献しようっていう気持ちが強く出ているし、そしてその分の成果や報酬や結果っていうのも望んでいるから、そのために自分は動くんですよって、自分の目標のためにとか自分の報酬のために、私はこれを受け取るために、そして信じるもののために自分は動いていくんです。少しずつかもしれない、マイペースって思われるかもしれないけど、私なりにすごく頑張ってるんですよっていうね、その頑張りが生まれてきてる、乱れてるなっていう風に感じますね。だけれども周りとのギャップを感じやすい2ヶ月目っていうのが入ってくるので、2ヶ月目になると自分こんなに頑張ってるのに思ったような成果が出ない、結果が出ないとか、周りがついてきてくれないとか、周りとのギャップをすごく感じやすかったり、何かこう自分がすごく頑張ってるのに、だけど豊かになれないのはなぜみたいな、そういうことが伝わってくるんです。成功のために頑張ったとか、会社のために貢献したのにこの自分の頑張りが認められないとか、いっぱい残業したのにそこまで残業手当もらえなかったとか、あと頑張ってるねっていう一言が欲しいだけなのにその言葉がなかったりとか、当たり前かのようにあなたにみんなが物事を頼んでくるとか、あなたが時間を割いて、そして自分のプライベートのこととかも割いて仕事に取り組んでいるのに、その取り組んでいるのと同じぐらいの何かが返ってこないっていうのが入ってきていて、だから苦しいとか、欠乏感だったりとか苦しいなとかね、そういうことを感じやすい2ヶ月目っていうのが入ってきます。ただし3ヶ月目になるとワンドのキングが入ってくるので、ここで盛り上がっていきます。全く勢いが変わるので、2ヶ月目と3ヶ月目の間に浄化っていうのが行われて、自分の中でだいぶ気持ちが楽になります。多分足りないものを見つけてそれを補おうとしたりとか、いらないものを手放してよりすっきりしたりとか、ここでね、ある意味吹っ切れるんだと思います。なんかこう一生懸命頑張ってきた、これについて考えてきたんだけど、もう考えるのやめてもいいかなとかね、正直もういいかなって、その方が自分も楽になるし、気持ちがリセットされて新しく仕事に対して取り組んでいけるって、こだわっていたものから抜け出すっていう、このタイミング、転機となるのが2ヶ月目と3ヶ月目の間です。本当の自分って何だろう、どこなんだろうっていうところに気づき始めるのかなって。で、天からの恩恵を受けるのがこの2ヶ月目と3ヶ月目の間です。もうちょっとカードを足しながら見ていきましょう。こ
こでね3ヶ月目ぐらいになるとあなたに注目が集まったりとか、また称賛の声っていうのが上がってくるので、やっと3ヶ月目で今まで踏ん張ってきたことが認められるとか、思ったように成果が出なかったけど3ヶ月目ようやく落ち着いたとかっていうのが入ってきますね。そして今あなたが課題と感じているところにワンドの9番っていうのがあって、なんかやっぱり不安な気持ちとか変化っていうところで、嫌な変化にはなりたくないけどそうなる予感がするんじゃないかな、もうすでにっていう気がします。今取り組んでることの先が見えない、結果が出ないんじゃないかとか、うすうす自分だけ頑張ってるような気がしてるんだよねとか、そういう感じがしますね。そしてやはり体調面の不調っていうのを少し感じるので、今ちょっと体調を崩している方とか崩しやすい方は、いつも例えば腰痛持ちですとか、いつも風邪ひきやすいんですとか、そういう方はやはり同じことの繰り返しで体調同じ場所を崩しやすいっていうのが入ってくる。特にメンタル面かなと思います。もしくは頭痛持ちだったりとかっていうところで、そこちょっとまた同じ悩みが繰り返される、体調不良が繰り返される予感がするので、なるべく温めること、温かい飲み物を取るとか入浴するとか、これから寒くなってくるので足元をしっかりと温めることとか、上着を1枚用意しておくことでその寒さ対策していきましょうっていうのがメッセージとして入ってきています。どうかな、変化にどうやって対応していこうかなっていうところで、周りとのギャップにちょっと疑問を感じていたりとか、苦しいなっていうふうに思うところがあるかもしれません。この苦しみからじゃあどうやって抜けていけばいいのかなっていう対策カードにハーミットのカードが入っています。周りのことを気にしすぎる必要なくて、世間一般、職場から少し離れて自分だけの時間を持ったりとか、無理に合わせすぎる必要ないんじゃないかっていうふうに出てきています。やはりあなたは几帳面だし、整理整頓が好きとか、カチッとしているタイプの方なんですよね。だからこそあなたに任せたいって周りの人が思ってるし、何かを任せるんだったらあなただよね、あなただったら責任持ってやり遂げてくれるよねっていう、そういう期待が集まるから、ちょっとプレッシャーっていうところが入ってきてる今現在とか近未来の流れっていうところなんですよね。そしてあなたも責任感強いから答えようと思って真面目に頑張ろうっていうふうに思っちゃう。でそれやりすぎちゃうと、気がついたら一人でずっと残って居残りして仕事しているとか、家に持ち帰ってまで仕事していたりとか、時間を削っていたりとか、そういうことになりかねないので、どこかで切り離していく必要があるよねっていうふうに出てきていますね。そうだな、多分性格的なものもあると思うんですよ。こまめにチェックしたいタイプだったりとか、不安材料を取り除いてもう安心して仕事に取り組みたいとか、仕事に集中したいタイプだと思うので、その性格を変えなさいっていうわけではないんだけど、周りとギャップを感じてるんだったら周りから一旦離れてみてもいいんじゃないかっていう風に出てきていますね。はい、こちらの忍者のカードです。あなたの周りを思いやってくれる気持ちとか、誠実に対応してくれるところっていうのはものすごく評価されているんですね。精神性の高さとか評価されているんですが、それが長所があまりに自分自身を追い詰めすぎてしまっているところがあるのではないかっていうところで、何事も突き詰めすぎずに少し緩まってもいいよっていうことですね。どこか視野が狭くなりがちになってくるかもしれないので、そういう時は一旦周りから距離を置いて自分だけの時間を持ったり、思い切って有給使って仕事から離れてみてもいいかもしれない。1日2日とか離れてみて、そこで体調を整えたりとか、自分の心のバランスを整えることをですね、常にあなたの中には仕事に対して誠実に向き合いたいっていう気持ちがあるから、それは大切に思っておいてもいいんですよ。だけど時々疲れちゃうっていう風に出てくるので、
その疲れの癒し方がうまく癒せない、自分自身うまく癒せないっていうね、ちょっと不器用、自分のことに対しては不器用、周りのことに対しては敏感に察知することができるっていう方なのかもしれないですね。儚さっていうのはそこから来てるのかな。癒し方、家のカードですね。やっぱり家で落ち着いてゆっくりとくつろいでっていうこと、自分の心休まる場所ですね。居場所です。一人きりじゃなくてもいい。例えば友達とか家族とか、この恋人とか仲いい人と過ごす時間とか、それがあなたの癒しにつながっていく、浄化につながっていくよって言われていますね。または星を眺めたりとか、新鮮な空気を吸うことによって心がクリアになっていくっていうのも言われています。自分の安全第一でいきましょうっていうこと、無理に物事を1ヶ月目や2ヶ月目は動かそうとしなくてもいいです。3ヶ月目になると、この2ヶ月目と3ヶ月目の間でガラッと切り替わりが行われるので、ここで自分を取り戻すとか、周りに合わせすぎなくてもいいんだっていうふうに思えるようになるので、そこで、3ヶ月目になったらもっと違う気持ちで仕事に取り組んでいけると思います。ご家庭を持たれている方や、今ご両親近くにいらっしゃるよとか、離れていてもいいんですけど、ご両親に会いに行ったり、自分のご家族と過ごす時間を大切にしてください。または自分の住まいの清掃をしたりとかして、より住みやすさっていう快適さっていうのを求めていきましょう。自分の住居、より過ごしやすい環境を作ってくださいねっていうことですね。その方が落ち着けますしね。あと家にいてゆっくりできる時間作りましょうって言われてるんです。家にお仕事持ち込んでいて夜も仕事していますっていう方はそれをやめましょう。寝る時間を多く確保したりとか、夜はリラックスしてもう仕事のことは考えないっていう風に決めるとか、そういうふうに決めて、ルールを決めて、じゃないと自分自身で突き詰めていってしまうので、あなたがどこかでこっからこの時間はもう休憩の時間に使いますっていうふうに自分で決めないと休めない方だと思うので、それぐらい大切に仕事のことや周りの人のことを思って動いているからだと思うんですね。でも今は自分自身のことを大切にしてくださいねって、あなたはあなたしかいないからあなたを大切にしてって、自分を大切にしてあげられるのは今はあなたが一番自分のことを大切にしてあげられてないから、自分で自分のことを一番にしてあげてっていう風なメッセージが伝わってきます。そして大切にする方法は家の中にヒントが眠っています。家でゆっくりと休憩するとかリラックスする時間を持つっていうこともいいし、家族と談話して仕事のことを忘れるっていうことでもいい、家に仕事を持ち帰らないってことでもいい。家っていうのがキーワードです。そして家族、これもキーワードです。もともと思いやりとか慈悲深さっていうのはあるから、思いやりがないわけじゃないんですよ。思いやりすぎていて自分のことを犠牲にしているような気がするので、このあたりのねバランスをもう一度見直してみるといいのかなとも思いました。そして自分の直感を大切にして、そしてそれから進むべき方向性が見えてくるよっていうふうに言われています。バランスを取ることっていうのもそうだし、じゃあどんなことが2ヶ月目と3ヶ月目の間に訪れるんですかってことで、タロット1枚出していきましょう。大きな転機が生まれてくると思います。どんなきっかけがあって変わっていきますか？生活状況が苦しいっていうのがあるんですよね。2ヶ月目特に体調不良だったりとか生活が苦しい、それから抜け出すんですよ。でどんなきっかけですかって言ったら、カップの2番が入ってきていて、今回仕事で見ていくのでビジネスパートナーが生まれるとか、あとは周りとの調和だったり、信頼できる同僚先輩後輩仕事の仲間ができるとか、この人についていきたいとか、この人にだったら打ち明けられるとか、その唯一無二のお仕事上の関係の方が現れるよっていうふうに言われています。現れるというか、つながりを持てるのかもしれません。救ってくれる人とか、バランスをとってくれる人、またはあなたに助言してくれる人かもしれません。ちょっと疲れすぎじゃない、休んだ方がいいよとか、そう人ですね。
たい人です。ご家族かもしれない、パートナー、恋人かもしれません。仕事に関係ないかもしれないんですけど、あなたを支えてくれる人が現れるし、その人とのつながりを感じられるからこそ、リフレッシュしてより一層仕事に励むことができるとか、そういうことが言われています。孤独に感じる必要はもうないよ、一緒に歩んでくれる人がいるからねっていうメッセージが伝わってきました。はい、ということで3ヶ月目忙しくなりそうですね。2ヶ月目、ずっと忙しいんですけど、気持ちが入れ替わるので、2ヶ月ぐらいまでは忙しくて苦しいっていう気持ちから、3ヶ月目は忙しいけど頑張ろうっていう、そういう気持ちに切り替わっていくので、はい、ここはいいかなと思います。で、あとはもう少しアドバイスカードをもらっていきましょう。アドバイスカード、チャリオットのカードが出ています。孤独に感じていた方は、その孤独感から抜け出すことができるし、信頼できる人もいるから、前向きな気持ちで物事に取り組んでいけるし、自分自身の心の安定っていうのもうまく図れていくと思うので、これから知らない未来、今まで悪い未来にはなりたくないなっていう気持ちから、どういう結果になるかわからないけどやっていくんだっていう気持ち、意志、勇気っていうのが生まれてくると思うんですね。そして進んでいくことができるし、立ち向かっていく、こちらのこの勝利のカードもありましたよね。勝利のために向かっていくチャリオット、勢いがついてくるんですね。3ヶ月目以降っていうのが、自分の本当の目的とか目標のために向かって動いていくことができる。で、このミソサザイのカードっていうのが野心とかも表しているし、自分を犠牲にして目標を達成するというよりは逆かなと思います。周りとうまくバランスをとっていきながら、今までギャップを感じていたんだけど、強力な助っ人が現れるとか、支えてくれる人を感じることによって、例えばね、これが家族とか恋人だったとしても、この恋人たちの支えがあって、仕事でギャップを感じていたけどそれが気にならなくなったとか、自分らしく振る舞えるようになったとか、また職場で強力な助っ人が現れて、この人がいるから自分は自分の思う通りに仕事が進むことができるとか、力をつけて進んでいける。そして勝利っていうカードが入ってきているので、目標達成のために向かってモチベーションがアップしていくのではないかなというふうに見ています。はい、まず勝利ですね。今まで抑えていた部分が抑えなくてもいいっていうやり方を見つけたりとかね、なんか吹っ切れるんだと思います。なんかもう変に気使うのやめたとかね、そしたらすごく楽になったし、もう大事な人もいるから、もうその人がいればいいかっていう風になるんじゃないかなと思います。アドバイスカードもらっていきましょう。加減の月、疲れた心と体を癒す。はい、まず癒しましょうっていうメッセージ、癒しですね。で、あと太陽のカードが入っています。バランスが整っていきます。今までどこかにギャップを感じていたはずです。仕事量と報酬のギャップだったり、自分の意思と周りの意思のギャップだったりとか、感じていたこと、何か違う、ずれてるなっていう感じてることが整っていくでしょう。なんかこうしたいのにうまく進まないとか、うまく進まなくてもどかしいとか、そういうことも全て整っていくと思います。苦しいことを味わった分だけの、その分の反動の勢いだったり、成功、向かっていく力強さっていうのが生まれてくるので、確かに2ヶ月目あたりはちょっと厳しいなって思うことはあるんだけど、でもここの支えてくれる人が現れるので、これをきっかけに盛り返していく3ヶ月目以降になっていきます。加減の月というカードが出てるので、今回はこの3番さんはこの3ヶ月間加減の月に注目してください。調べるとすぐに加減の月が何月何日なのかっていうのが分かりますので、このあたりの時期に自分自身の浄化っていうのをやってみてください。リラックスする時間を持つとか、自分の中でタイミングを決めていきましょう。高まっていたいろんなエネルギーが徐々に落ち着いていく時期です。加減の月というのは、この時期は無理せずゆっくり過ごして、疲れた心と体を癒していきましょう。目標を実現するために計画を立てるにも最適な時期です。
何かをつかみたい、勝利したいと思うことがあれば、加減の月あたりに目標を立ててみましょう。そして成功を表す太陽のカードも出ているので、バランスが整うことでより成功へ近づく、未来は明るいんだっていうふうに自信がつくんじゃないかな。今まで恐れていたことがここ課題点として入っていたので、それは周りとのギャップを感じるのが怖いとか、誰かとつながる、信じ合っていたのに裏切られたとか、そういうことになりたくないとかね、そういう不安があったんだけど、もっと自信持って自分はこうなんですっていうふうに思いながら進んでいけたりとか、全ての人と分かち合えなくても大切にとか自分を応援してくれる人がいるから、この人とのためにやっていこうとか、そういう気持ちの切り替えができると思います。はい、この先明るい未来が待っていると思いますので、この苦しみを乗り越えて、人からの支えがありますから乗り越えていきましょう。そして天のその運命っていうのも入ってるので、その運命っていうのが切り替わりということなので、そうですね、まさにお仕事上の運命の出会いのようなね、そういうことを感じやすい時期に2ヶ月目3ヶ月目の間で入ってくるかもしれない。人ですね、人が関わってくること、新しく入ってくる人かもしれないし、今まで話したことがない人かもしれない。この人のおかげで仕事にやる気が取り戻される、そういう、気がします。すごく純粋な方なんですね、あなた自身が。だから繊細で傷つきやすい、儚さっていうのはそこから来てるのかな。すごく美しい方ですね。だからこそ傷ついてきた過去もあるし、だからこそ自信が持てないってこともあったけど、でもこれからは大丈夫だよって、ずっとそばにいてくれる人、存在がいるよっていう風に出てきています。恋愛関係じゃないかもしれないけど、自分にとって支えとなってくれる人が現れる。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらはね、すごく素晴らしいんですよ。イエスっていうカードなんです。豊かさを収穫しましょうです。今こそ最高の瞬間を楽しむ時が訪れようとしています。これからは不安を抱えすぎることなく、心を軽くしていくことができます。今考えている答えはイエスです。どんな展開になったとしても驚くほどスムーズに進んでいきます。素晴らしい時間を心から楽しんでください。これからスムーズに物事が流れていく。多分この2ヶ月目と3ヶ月目の間だと思うんですけど、ここで転機が訪れていきます。そして不安を抱えすぎる必要がないっていう風に自分自身が思えるようになるという風に出てきていました。はい、ぜひこの運気をつかみ取って、ご縁をつかみ取って、より良い成功へと自分自身で動いていきましょう。今回はお仕事運、今後の展開と周りからの評価について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。今回はお仕事運について見ていきました。周りからどのように思われているのか、そして今後のお仕事の流れというのを見ていきました。ぜひ参考にしてください。今回はこちらのシャドウキャットのカードから3択プチ3択占いを行っていきます。お仕事において今あなたが周りとどのように向き合っていけばいいのか、アドバイスもらっていきましょう。お好きなもの1枚お選びください。左、真ん中、右と1枚ずつ出していきます。はい、こちら3枚出していきましたので、お好きなもの1枚お選びください。左、真ん中、右です。はい、では今回は右の方から見ていきます。右の方、一言メッセージです。待ち続ける日々です。もしかしたら今周りの方々との間に壁を感じていたり、お仕事に対して諦めかけている
っていうお気持ちの方いらっしゃるのかなと思います。ずっと待っているんだけど扉が開かれない、思ったように動いていかない、だけどまだもう少し待ってみてください。まだね、まだ待たなきゃいけないのっていうふうに思うかもしれないけど、この諦めるのはまだ早いですよっていうカードが出ているんです。待っていればいずれこの扉が開かれて、新しい世界や明るい場所へあなたが動いていくことができます。今もうしばらく耐えましょうということで、なかなか変わらないなとか、諦めようかな、今の仕事どうかなっていうふうにもし思っている方は、まだもうちょっとだけ時間をかけてみましょうっていうメッセージですね。静かに待っていると、やがてチャンスは訪れます。次は真ん中をお選びいただいた方です。真ん中の方です。はい、こちらも好機を待つ。はい、今チャンスを待つ時です。様子を伺っていますね。対人関係で今どうやって距離感を縮めていこうかなとか、周りに左右されないためになんか踏ん張ろうかなっていうふうに思っている方もいるかもしれないし、タイミングを見極めているカードですね。どうしよう、相手はどうしたいんだろうっていうふうに相手にね振り回されたくないし、どういうふうに思ってるか本音を知りたいって思ってるかもしれない。だけど今落ち着いてじっくりと定めていきましょう。相手のペースに乗せられない気持ちが大切です。じっくりと伺ってもいいですよ。このまま警戒心を持って周りを見ていてもいいし、今だと思ったタイミングで飛び出していけるので、そのタイミングを伺ってください。待ちましょうっていうことで、この2枚ともね、タイミングを待つっていう似たようなカードが入ってきています。そして次、左をお選びいただいた方です。掘り出し物です。はい、掘り出し物っていうのは、まさかこんなところにこんないいもの眠ってると思わなかったっていう感じのカードですね。なんかその適当にって言ったらちょっと言い方変かもしれないんですけど、ちょこちょこっとやってみたら、うわこんなお宝眠ってたみたいな、びっくりっていうね、幸運があったみたいな、そういうカードです。思いがけない嬉しいことが待っている予感です。お仕事もう疲れ切ってヘトヘトでやることいっぱいだよって、そんなねもう退屈な日々だよかもしれないし、同じことのルーティンの繰り返しだって思ってるかもしれないんですが、ある日思わぬところに発見する、ラッキーを発掘するんです。出会いかもしれません。思いがけない出会いでいい人と出会った、仕事でね出会った、この人についていきたいと思えるとか、あとラッキーなこと、幸運なことに恵まれて事態が好転するっていうのもあるかもしれない。それはあなたが今までたどってきた場所、通ってきた場所の中をもう一度戻っていって探してみたらあるかもしれないので、ここはでもねラッキーに巡り会えるってことだから、注意深く観察しなくてもひょこっと拾えるような、そんなラッキーなことがありそうな予感なんです。人からラッキーなことがもたらされるのかもしれないし、何か道具かもしれないしね、手段、やり方かもしれない。あなたにとっては好転のチャンスがやってくるっていうことですね。思わぬところから見つかるよっていうカード、メッセージが入ってきました。ぜひこちらも参考にしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。